馬いますね。馬いてますね。馬ですね。犬みたいな感じでいます。近づいてきちゃうと多分山バレしちゃうから。山バレっていう言葉あんま聞いたことないんですけど、今日ちゃんと帰れますよね。いやどうすかねこれ。まだ明るいから良かったですね。まあ最悪どっちか生きてれば。そうですね。命がけで映像作りましょう。はい。おはようございます。おはようございます。今日は一日お願いします。お願いします。のどかな街でのどかでしょ。お邪魔していいですか？いいっすよ。お邪魔します。お願いします。ボブです。ボブ。ボブ。もう一匹いるんですけど、猫。結構動物は飼ってるんですか？動物好きっすよ。狩るけど。好きっす。狩るのも飼うのも。そうっすね。やっぱめでてる子はめでますし、一言。可愛いでしょ。何歳ぐらいですか？まだ1歳になってへんぐらいだと思うんです。そう拾ったんですよ。夜泣いてて、へうちの敷地の中で捨てられたもんな誰かに。で2匹拾ったんですよ。え。なんかそうでもう1匹は多分警戒深いから、まあ、この中に隠れてると思います。そうなんです。分からへんけど向こうで寝てるからどっちかっすね。どうぞどうぞ入ってください。あ、マーリー言いました。マーリー。そうです、ボブとマーリー。あ、そういうことですね。はい、ボブ周りってことですね。そうです。こいつ尻尾だけ黒いんですよ。こいつは警戒心ですよね。これが我が家です。あそこには嫁が育っています。顔出し NG ですね。こんにちは。こんにちは。お願いしまおす。邪魔します。いつから住んでるんですか？4年ぐらいですかね。もう4年目ぐらい。なんかディープでちょうど新竜君と試合してる時に売買契約とかしてたぐらいです。息子は保育園行ってて。すごいいいですね。本物ですか？ありがとうございます。のどかで。のどかっす。のどかしか言うことないですから。いやいやいや冬とかに飼ったカモとかはストッカーに入れてますね。これ入ってるんですか？これ入ってますよ。カモは普通に冷凍庫に今入ってるか。あったあった。半身にして2月11日に取ったコース保存してます。そう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 。パックリングしてご冷凍するんですよ。毛むしってさばいてパッキングして。芦澤選手の試合の時はカモ食ってました朝。リカバリーにカモ。カモ。そう。自分で取った肉とか、そういうのがいい気がして。これ業務用ですよね。そうなんですよ。ちょっと提供してもらってありがたい話で皆さんに支えられてこういう生活をさせていただいてるんですけど、部位ごとにこう分けて。これ直近ですか？取ったの全部。これそうです。前の猟奇で取ったやつをもうこう片っ端からばらして枝肉までは僕がするんですよ。それをこう奥さんが骨から剥いでくれて、ああいう風にラップでくるんで冷凍してくれるっていう。なんかまあ肉買わんでも次の猟奇ぐらいまでは生きていけるかなっていう感じです。これそう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 。多分100何十キロぐらいが入ってるから、まあ、なくならへんから。結構お世話になってる人にあげたりとか。自給自足。将来はそうしたい。米も野菜も肉も全部自分で取りたい。魚も。庭でそうカモ、鹿、あとなんかこれ山鶏初めて取って、なんか鳥打ちでは一番むずいって言われてるらしいんですけど、1年目で2羽取れたんで勲章っすね。歩いとるんですよこうやって尻尾すりながら。この子も美味しくいただきました。これ庭で取れた梅を奥さんがつけてシロップにしてます。奥さんはもう結構自給自足の。そんな感じになっちゃいました。最初こっち引っ越してきた時は大反対やったんですけど、そういう環境に身を置いたらみんな順応してくるんでしょうね。ついてきていただけたって感じですね。お子さんはこの保育ちょっと来る時に結構険しい山道だったんですけど。保育園は近くにあるんですよ。そうなんですね。山の民が集う保育園は。人よりも鹿の方がいるんですよね。人より鹿の方が多いです。夜とかバリを遊びしとるっす。その辺。鹿が。はい。鹿がバリを遊びしとるっす。クマとか出そうですよね。クマも出る。ここは奥さんのコレクションゾーンです。これはこれ唐辛子たちです。ヒリヒリ育ててます。ジュニアを。ヒリヒリジュニア。トマトあと売れたらですよね。食えますね。ただなんか売れたぐらいに鳥来よるんですよ。でめっちゃ食われるっす。来た鳥は狩らないんですか？みんなびっくりするでしょ。今週楽内で売ったらさすがに確かにさすがに何考えてるんですかってなるんで。あれ
お風呂ですか？お風呂ではないです五右衛門風呂みたいなスタイルではないです。使った廃材とかをここで焼いてます。木とか主に焼くんですか？木とか草とか。これはこれピザ窯。あんま使ってないですけどね。ピザ焼かないでしょ。僕たちはピザはデリバリーですね。あ、デリバリーか。デリバリーないんで。あ、ですよね。はい。これ何のこれ栗っす。これが大きなって栗イガイガになるんですよ。秋はこれ朝取るんが日課の始まりっすね。梅シロップはこれが梅。これが梅。これ梅。これも唐辛子とエゴマ。唐辛子好きっすね。唐辛子めっちゃ好き。腕にタトゥー入れるぐらいですもんね。そう、唐辛子のヒリヒリ入ってますから。これタトゥーがこれ増えてってるのはなんか買ったら増えるっていう契約でなんか買ってきたからです。これスポンサーさんなんです。なんかスポンサー、タトゥースポンサーというか。そうなんですね。芦澤選手の芦澤選手とのはこれかな。この間の牛久戦のがゼロ戦です。じいちゃんが乗ってて。そうなんです。増上寺で会見した日に死んじゃったんですけど。そうなんですね。そう、その前に掘ってあげたんでよかったです。もう危ないって言われてて。ちなみにメデューサはどういった意図で？お守りっす。僕のなんか奥さんの顔をモチーフに彫ってもらったんですよ。対戦相手が目合って石になるみたいな。石にしてやんぜってこうやってるんです。だからいつもそういうそう石にしてやんぜ。なんか奥さんにもタトゥーをプレゼントするみたいな。そう誕生日はタンプレ僕いつもタトゥープレゼントしてます。好きな入れといて。そんな夫婦関係です。珍しいですね。あんまいいんかもしれへんですね。入れてる人からしたらすげえ嬉しいと思うから。そうなんですね。入れたい人からしたらカエル。息子が今から漁の練習でカエル捕まえのやってます。漁の練習。漁の練習。将来漁師になりたいらしくて。食べないです。さすがにそんな何でもかんでも食わないです。これも自分で。そうっす。これで単管一緒に組んでもらって、でこれを自分で吊るして、こればっか縛いてます。縛いてます。こればっか縛いてます。そもそもなんですけど、なんで狩りとかを始めたんですか？人間らしい生活したいなと思って、サラリーマンやってて強く思ったことなんですよ。人間関係とかでもなんで人間らしくないんやろみたいな出来事が結構あったんですよ。いっぱい。もともとサラリーマンだったんですか？最初は8年ぐらい人力車やってたっす。いい仕事やったっすけどね、あれも好きやったし、だから8年ぐらいはそれやりながら選手やってて。漁師始めたのも漁師はこっち来てやろうって思って、やっと去年取ったんですよ。まあやるっていうのは決めてたけど、現役中にやるとは思ってへんかったから、漁師さんでもほんま一番ペーペーみたいなボスって感じでもうあったらパイセンたちにはもうものすごい速さで頭下げてますよ。学ぶことだらけです。じゃあもう引退後はもう完全にやるって感じですか？まあやっていきたいですね。お金稼いでなんか豪華に遊ぶより、なんか質素ながらに楽しみながら生きていける生活の方が自分は幸せ感じるんかなって思って、お子さんにはやりたいって言うすけど、ほんまにそれやんのかなって思いますけど、怖がってるから試合もともと俺のことバリ嫌いやったほんまにでもなんかそのグランプリ優勝してベルト巻いて抱っこした時になんかパパ頑張ってんやなっていうのを認めてくれたような表情してたというか、その日からほんまにパパっ子になって、今となりはもうめっちゃマブダチみたいな、もう一緒に狩猟もしたいとか、休みの日は結構ずっと遊んでますね、子供と。こんな感じで走ってます。こいつもお参りだけして中は入らないですけども、汚れてるから。よし、これでまた家まで帰ります。ペース早いっすね。ほんまっすか？人力車で走ってたから、だからか多分得意なんですよ。基本こんぐらい。いいですね、自然が豊かで、ほんまにね、同じ景色やけど季節で変わるし、オフィス街と違って確かにあるべき姿です。なんかさっき福田さんがはい。誕生日にタトゥーをプレゼントみたいな実際に誕生日プレゼントされたタトゥーってどれですか？サボテンカエルもやったかな。あとこれです。福田の家の家紋入れました。鳳凰鳥です。あ、そうなんですね。最初ここの家言ったらちょっと
偏僻というか山奥じゃないですか。連れてかれた時は反対してたんですよね。はい、めっちゃ虫嫌いなんですよ。むっちゃ虫嫌いで、でももう4年目にしたら全然いけました。ムカデだけが嫌かも。あとはなんかもう可愛いって思えるようになってきた。それはもうとんでもない進歩ですね。ムカデ、家の中にもいるし。家の中いるんですか？います。福田さんは普通にもう取って。取ってくれへん。キャーって言っても何マムシみたいな、家にいるかいみたいな。ムカデや言うて自分で取ります。楽しい家族との会話ですね。はい。急に呼び止めてすいません。ちなみにそのヤスリは何に？あそこのウッドデッキトゲちょっと出てるしやすっといてみたいな、こういうのが合ってるんかもしれないですけどね。ありがとうございます。すいません。ここでカリス。ここにいるやつ撃ちますよ。へえ。でその辺でさばいてますよ、猟奇とかイノシシもいるし。似合ってますね。似合ってます？山？はい。子供の時からずっと結構山の中で遊ぶ子やったんですよ。そうなんですね。はい。福田さんがいつも料理するんですか？いや、基本は奥さんが作ってくれてて、昼とか普通に自分で肉焼いて食うみたいな。こんなもん作んないです。ほんまに焼くだけなんで。これは鹿のでしかももも肉ですもも。ね。思ったより可愛いまな板使うんですよ。あ、そうそう、木のもあるんですけど、でかいっす。ほんまに大きいやつとかやったら、雪山とかやったら、ちょっと持って帰られへんみたいな。山の中である程度バラすみたいな。リップにひどい時は鹿の足とかズボーって刺さった状態で山から降りてきます。前に15分、ここから鹿の大腿骨をピッて出した状態でこう山から降りてきたりとかもありました。一回血抜きとかもしないとダメなんですか？血抜きしますね。止め刺しの時はちょっとかわいそうっすよ。泣くしめっちゃへえ。バーンって打って倒れとこまだバタバタってしてるんですよ。やっぱ苦しいそうやから早く行ってほしいというか、ヤシは頸動脈にこうブスッと刺して出血多量子刺すみたいな。これはオスっすね。オスジカ。これでも完全に火を通すんです完全に火一応通しますよ。か？ずっと外れてるんですけど大丈夫ですか？これねずっと外れてるんですけど、もうずーっと外れてる。素晴らしい。でも見てください。治りました。治りましたね。なんかこっちからの画角すごいですよ。ほんまに。福田選手ギター弾くんですか？ギター弾きますよ。たまに。へえ。ギターありますもんね。ギターありますね。やらへんで。やらへん。弾いて歌ってたよこ弾いて歌ったんですか？弾いて歌う時もあります。弾いて歌う時もありますけど、その人に強要されると絶対弾いて歌うのは好きですけど、弾かされて歌わされるのは嫌だ。いや勝手に見てるんで。勝手に見てるじゃないの。やらせようとしてるでしょ。飯食って行くんすよ、準備して。余計な体力使わさせてもらっていいですか？結構俺今テンパっていくからね。もうずっとカメラ向けられてるんですよ。こんな一日カメラ向けられるとか過去にありましたか？一回 1TV で、ああれもほんまめっちゃ辛かったんですよ。1LDK の狭いアパートに5人ぐらい押しかけてきて、あの日に絶対こういう密着系のはもう一生受けんとこって、自宅には招き入れんとこって思ってたらこれですわ。これで OK してくれたんですか？したくなかったっすよ。いやお前それも仕事やん、分かってるやんな的な空気出してくるじゃないですか。出してくるでしょ。これって湧き水とかですか？そう、米に出ますね。毎日これ飲んでます。いただきます。
柚子胡椒も自分で作ってんて、へえ。農家さんからもらってきた柚子と自分の庭で育てた唐辛子で一回食いますこれ普通にうまいです。でしょ。はい。子供保育園送ってって走りに行ってで裏でサンドバッグ芝生とかしてでよし今日も練習でどうしたろうって気合い入れて降りるってこの年になってキャリア長いんですけどマジで生きてて身風呂くぐって今日も始まるってその感じめちゃくちゃ好きなんですよ。マジで幸せで全力で生きてるみたいな本気出せてるってのがいいっす。本当お車が開拓してくれました。いや解約してないじゃないですか勝手な話進めんでいなんですか解約してへんから承諾すらしてないですここはほらそうやって来るんでしょそういう人たちはそういうメディアの人らは都会の人らはそうやって来るんでしょ。よかったらコーヒー飲んでくださいね。ありがとうございます。めんつゆかもしれんけど飲んでみてくださいめんつゆだったらちょっとめんつゆやったら別に車乗ってあげてもいいですよ乗せてあげてもいいですこれがもしめんつゆやったらこれめんつゆですね。絶対ちゃう絶対ちゃう。いきますか。はい。怒ってます。これからはどこへ？今からやっと練習に行きます。ほんま一番楽しみな時間。毎日ワクワクするっすね。生きてて一番楽しいことに向き合う瞬間なんで。さっき車3台あって、そう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 。その獲物とかは積む用の軽トラと、これはこの移動用というか、これは銀次郎って名前ついてるんですけど、自分の愛する道具には名前ついてますね。い。あ、そうなんですね。はい軽トラは何ですか？鈴木さんっすね。鈴木のキャリーなんですよ。その前は黒帯っていう名前の軽トラがおったんですよ。それは山の中で死んだっすね。黒帯そう。それはなんか達郎に呼んでくれるんですよ。定期的にスパーリングパートナーとかで。そこで初めてそういうのでお給料じゃないですけど、その費用をいただけたことがあって。でまあそれのお金で、まあだからいつも買うのってほんま10万円以下ぐらいのボロい軽トラを買ってるんですけど、鈴木さんも車検込みで15万円し、どうせ潰すから、多分。ちょっと話変わるんですけど、はい福田選手って学生時代とかってやんちゃしてました？いや、してないっす。ちゃんと高校卒業しましたよ。喧嘩とかよくどのぐらいしました？どういう質問ですか？覚えてる限りで10回はしました？多分知ってますね。喧嘩売られてとか、とか、自分からもた時よりなんかこう、やったら、ついてくるし、いっぱい。その仕返しじゃないけど、そいつの先輩とか。なるほどなるほど。格闘技はちなみに何歳から？ピュアブレッド京都っていうジムに入ったのが17です。それはキック MMA ですか？それ MMA です。そこで初めて格闘技に触れたって感じですか？で、中1の時に一回音にタイ置いてかれて、で、なんかムエタイジムで寝泊まりしながら、3ヶ月ないぐらい、なんか旅行行こうっつって、で、行って、タクシー乗って、連れてかれた先がそういうジムやって、で、これ、お前帰りの航空券みたいな。で、じゃあって言って、タクシー乗って行ったっす。言葉分かれへんし、まず。ですよね。はい。ジェスチャーとかね、そのなんかちっちゃい子とか、俺よりちっちゃい子とかもいるんで、なんかそういう子らが教えてくれるんですよ。でもなんか最後の方なんか、ウルルン滞在記じゃないですけど、ほんまになんかみんな帰るのを惜しんでくれるみたいな。俺も悲しかったしね。人と初めてあんなに深く繋がったって気がしたのは初めてやったかもしれないですね。ああ、そうなんですね。結果。じゃあそれがきっかけで格闘技を始めたって感じ？いや、で、そこからは格闘技やってないです、帰ってきてからは。あ、そうなんですね。はなんで17でまた格闘技始めようと思ったんですか？い。いろんな人に勧められたっていうか、格闘技のジム行ってみみたいな。いっぱい戦えっからよ、みたいな感じで。戦いたかったんですか？戦いたかったみたいなのあったかもしれないです、昔から。で、ジム行って、今の館長と出会うんですけど、でボコボコにされて初日。血まみれになって帰ってます、俺マジで。悔しくて。やめようと思わなかったんですね。絶対やり返したろ、みたいな。
なんかこう真面目にやっていくうちにというか、どんどんそれにハマっていったじゃないですか。結構みんな可愛がってくれて、その高校生ぐらいやったし、そうしてるうちにそのタイのその居心地の良さみたいな、そこで感じたんですよ。ムエタイジムの中で感じた、なんかそのあったかさみたいな、それをこう今の館長とか先輩方から感じて、でまあ俺もちょっと格闘技頑張ろうかなって思ってまっとうにやってみようみたいなんで行ったら潰れたんですよ、フィアバレット京都が。初めてちゃうかな、あんな人前で泣き崩れたってぐらいなんか俺泣いてもって、その時練習できるとこなくなったってなったんですよ。で今の館長が俺が道場やるからそこで頑張ってプロやれよって言って作ってくれたんですよ、ミブロを。それがミブロの始まり。そうなんですよ。泣いてる僕を見て俺やるって言って、ほんま控えめな人でね、そういうの言わないんですよ。なんか表だってやりたいとか、そんな人がやってくれたっていうのが俺すごい嬉しくて、今に至るって感じなんですけど。しかも当時結婚したてで館長がお腹にもこう子供いる時期で仕事もある中でそれやってくれたわけなんで、だいぶ時間差できましたね。自分がその立場になった時に、こんな大変な時期に上田さんってこう俺のためにジムやろうと思ってやってくれたんやみたいな。今でも嬉しいことというか、なんかもう頑張れるモチベーションにはなってます。すごいミブロいいんすよ。俺がどこまで行ったかがそのミブロのキャリアやから、まああと 2,3 年ちゃうかなって思ってんですよ、旬で入れる。その間はもう出し惜しみなく戦い尽くしたいというか。なるほど。去年末芦澤選手と組まれた時はディープの他の選手に申し訳ないみたいなこと言ってましたよね。はい、知名度とか関係ないとこで頑張ってこうしのぎを削ってこう上がってきてる人たちがいるとこなんでね、なんかそういう人らにちょっと申し訳ないなみたいな、なんで芦澤ができんねんみたいな思ってるディープのファイターがいっぱいいるやろなっていうのは思ってたというか、順番待ちしてる人もいる中で。そうそうそう、なんかそこでなんか飛び級みたいな、逆に今自分がその立場って思ってるし、雷神で言うたら。なるほど。今井上選手とのオファー来た時はどう思いました？めっちゃびっくりしたっすよ。だからだって芦澤くんですからね、前年末芦澤くんですからのチャンプですから、ディープで牛苦戦してたといえ、他のファイターからしたらめっちゃ嫌な気持ちになる人いるやろなみたいなのも思うし、井上選手って国内トップレベルの。そうなんですよ。それがめっちゃ楽しみ。増上寺の会見ではめちゃくちゃ湧いてましたよね。あれはほんまにオブリガードでしたね。あれはなんでオブリガードって使うんですか？人力車やってる時の話なんですけど、それこそブラジルの人がオブリガードみたいな言ってきて、なんてってなって、それをこう事務所で話してたら、その時の先輩がなんかもともとありがとうと同じ意味やったらしいよみたいな。オブリガードもありがとうもほんまか知らないですよ。ひらがなでオブリガードって言ったら全人類共通に感謝伝えれんなみたいな発想から18歳ぐらいの時に惰性でオブリガードって言い続けています。深い意味はないです。なるほど。黒帯とか銀次郎ぐらい薄いレビューでしたね。そう、基本薄いんですよ。僕そう、なんか増上寺の会見でちょっと元気ないなって思ったんですけど、はい、ほんまにじいちゃんが会見のタイミングでこう死んだっていう LINE 来たから、それで食らってましたね。結構死に顔見れんかったなーみたいな、死に際いてやれへんかったなーみたいなのは思ったっていう。会見の始まるタイミング、マジで呼んだはるとき鈴木アナが王者井上直樹対挑戦者福田理でうおーみたいな感じになってくるし、うわーって孫としてね、誇らしい孫でいてやりたいって思うんで、恥ずかしくない試合をしようとは思いますけどね。恥ずかしくない生き方と。そうですね。OK です。いやもうだいぶ聞けました。はい。30分ぐらい経っちゃいましたけどね。いつまで撮りやろうって思ってますよ。広い、綺麗。そうなんですよ。自分らでそのフィアブレット京都から持ってきたマットとかを自分らで貼って、どんどんアップグレードされて、今はすごい道場感が出てる。あれ鴨川ですよね。
昔はここめっちゃ走ってました。このワードで。人力車で走った後に自分でロードワークしたんです。マジで毎日フルマラソンぐらいの距離走ってたんじゃないかな。仕事だけでやばい時30キロとか超えるんですよ。37キロとか走るんですよ。であれ終わった後普通に練習中なんで。お願いします。これのじゃないミスなんでこのゼロ戦の機体番号京都326全然来そう。木326。そうそうです。リベンジです。やりましょうね。ダメだ。ダメでした。ね。狙ってない。寸止めというか。当てへんけど顔に向かって。すいません。いやいやいや。あれだ。これから。まだまだこれからもっと調子上がりますから。まだまだ返し足りないです。でもあの時福田さんが泣かなかったら多分できてないです。伝わったんで、なんかその俺は尊敬してるんで、いい関係やと思うんですけど、そうです。はい、ずっと、はい、悪くはなったことはないです。その海黒の掲示板です。掲示板。愛人のタイトルマッチする人のジムで一番これがしょぼいですよね。このしょぼいって言ってたんだよね。悪口でしょ。温かい温かい。覚えてますよ。ほんまにしょぼいっていう。温かい。今日はもう帰って銭湯やって帰ろうかなぐらいです。昨日一昨日がちょうど高いで2回やった。ここからまた山道を戻るわけですね。そう、風呂寄ってさっぱりさして、うちの道場なんでシャワーないですよ。ああ、なるほど。はい、汚れを落として帰ります。山へ。今日とかね、いっぱいね応援来てくれるから。いや嬉しいっすよ、ほんまに。ヒリヒリした試合見せないとダメですね。いやそうなんですよ。もうみんな結構辛口やから。ヒリ中なんでさらなる刺激を求めてきはるからね。お気に入ったなって言われたらいいんで、そういう人。確かに、はい、タイトルマッチでお気に入ったなみたいな。そう言われたくないから、絶対その日一番ヒリヒリさせるつもりで全力で楽しみます。ありがとうございました。またまた埼玉で埼玉でお会いしましょう。
はい、ちょっとまたじゃあ家行きますね。家には今度来週ぐらいに。いやもういいっす、今後一切ないですお気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様ですありがとうございます。オブリガード。オブリガード。